はい、皆さんこんにちは。3年連続3位の太極拳アスリートの田野美です。はい、ということで今年も全日本武術太極拳選手権大会3日間がですね終了しました。参加した皆さんはねお疲れ様でした。僕も1日目の金曜日に総合太極拳 A、B という種目で出場したんですけども、無事3位ということで銅メダルを獲得しました。他のねいろんな種目の方を見てたんですけども、レベルはすごい高いんですけども、ドンジャオで点数が引かれてしまって順位が落ちてるという方がねたくさんいるなっていう印象でしたね。こうやったらふらつかないのになみたいなのが結構見受けられまして、ちょっとねその辺深掘り動画今度作ろうかなと思ってます。ドンジャオとか片足出しの動作でこうやってやるんですよみたいなね、それをやってないがためにふらついてるんじゃないかっていう方が多くいたんですよ。なのでちょっとそれを今度出していこうかなと思います。はい、で今回は24式太極拳の出だしであるイエマーフェンゾンですね、これの深掘り動画を作りたいと思います。24式太極拳の動画を YouTube の方で出してるんですけど、こう見ていただくとですね CC をして右側でこうボールを抱えて、でそれから左側に行くという動作でしっかり丁寧にやってる動画になるんですけども、まさにこれをですねちょっと解説していこうかなと思ってまして、なんでこう右でボールを抱えるのかと。CC をやってこうやってもう行く人いるじゃないですか。これじゃダメなのかというふうに思ってる方も多分多くいらっしゃると思うんですよね。なんで一回こう右を向いて、でそれから行くと。なんでこういう風になるのっていうね、そういう疑問とか、その辺の細かいところをですね今回ちょっと紹介していきたいと思います。はい、それじゃあですね実際動きながらちょっと解説していきたいと思うんですけども、まず24式太極拳なんで、CC をやります。まず右側でボールを抱えるとき、ここちょっと分け開くような、ちょっとこうね腰が右に回ります。なので前回やったこの体の連動、これがちょっと発動するんですよ。なんでこうちょっとこう分け開くような形で、そこでちょっと解があって、それでボールを抱えます。で抱えた時は腰の位置ちょっと斜め右で、腰が斜め右なのでそれに合わせてボールの位置、これも斜め右です。こっちではないということですね。こっちで目線もまっすぐ斜めまっすぐっていうかね、腰と同じ位置になります。でここから足を出してで分け開いていくとっていう形になるんですけども、今回ですねまずこれがステップ1でステップ2ステップ3という形で分けてね、一つのステップごとに分けてちょっと説明していきたいと思います。知識やります。まずですね腰が開くと、腰が回るプラス解があって、でそれからこの右足の進歩をですね持ってくると、そうするとちょうどこの位置になります。はい、片足出しになった時にですね腰が例えば回らないとどうなるかというと、腰がこの正面のまま片足出しになってみてください。そうすると体の骨格を使えないので、全部この辺の筋肉で支える形になるので、こうバランスを取るのが大変なんですよ。それをここ股関節をこう入れることによって骨格で支えることができるので、こうバランスが取りやすいんですよね。多分ねやってみるとふらつかないと思います。これが腰が正面に腰を向けてしまうとこうバランスを取るのが難しく、骨格で立てないのでこの辺の筋肉で支えないといけないんで大変だと思うんです。これをこうやるだけで骨格で立つことができるのでしっかりバランスが取れます。なのでこうちょっと斜め右でボールを抱えるというまずこの動作が入ります。これがまずステップ1、ステップ1です。はい、で次ステップ2なんですけども、腰を回していくという動作ですね。でこれねよく初心者の方に多いんですけども、はい、ここからじゃあ腰回してくださいって時にこうでこうやって出す人多いですよね。このまま分けようとするとこうなってこうなります。はい、お尻がまず出て胸が張る。これだとこれはダメなパターン、ダメな例ですね。じゃあどこまで腰を回せばいいかなんですけど、これはもう一発で誰でもすぐ分かる方法があります。はい、それを今回は教えたいと思うんですけど、まずねこう足はしっかり正面を向いた状態で、さっきも言ったように
ちょっとこうクワが入って腰が斜め、別にボールは一回忘れてもらっていいです。ここから上下していいんで一回地面を蹴ってみてください。で伸びてみてください。そうすると体が回りますね。今だいたい左側45度ぐらいの角度に腰が回ってると思うんですけど、これは回そうと思って回したんではないんですよ。体の構造でこれ回ってます。やってるのは上下にこう蹴ってるだけです。そうすると回る。でこの状態で足を出すんですね。でそうするとさっきも言ったようにこの辺の筋肉で支えるのではなくて骨格で支えることができるんで、こうふらつかないんですよね。ふらつかずに行くことができる。自分で回そうと思うといくらでもこうやって回せちゃうんですけど、そうするとね膝がこう入るんですよ。ここだとこういう回転でいけば膝が入らないですけど、腰を回してしまうと、このようにね膝が入っちゃう。膝を入れればねいくらでも腰が回っちゃうんですけど、ここから蹴るようにしていけば必ず膝は入らないし、腰はこれ以上こっちには回らないんで、ぜひこれでやってみてください。ただもちろんですね、これ上下にするっていうのはやらないですよ。ここから蹴っていくこの意識だけで、ここは変えない、高さは変えないでいきます。ただ感覚をねまずは知るために、こうやってこれでここまでしかいかないんだってのを知ってからこの高さでやってみるといいと思います。これがステップ2ですね。でステップ3はこう分けていく動作になるんですけど、この手の位置関係ですね、これがよく分かんないと、こっちの方が分かりやすいか。こういった時大きく分け開いた方がいいんじゃないかっていうので結構こう伸ばしちゃったりするんですけど、こんな風にね伸ばしちゃったりすると、そうするとどうなるかというと、こっちからの攻撃にこう弱かったりとか、上からの攻撃にこれ弱かったりとか、下からこう持ってかれた時肩が上がってこう持ってかれちゃったりとかってことになるんですね。なんでここはちょっと固形を描きます。前から見るとこんな感じですね。こういう固形を描くことによって下からの攻撃にも強いし、上からの攻撃にもこれ強いし、で横からの攻撃にもこれ強いんですよ。なので前の手は固形を描くようにして、右手だったら右胸の前ぐらいに手がこう来る感じですかね。このぐらいでやるといいです。でこっちの左手なんですけども、左手はこの膝の横ぐらいですね。この膝の横ぐらいにスッとこう置くような感じ。これが例えばこう引いてきてしまうと、この肩のラインからこう外れてしまうんですね。極端に言うとこう肩が出てるような状態になるんで、こう弱い手になってしまいます。こっちからの攻撃には耐えられるんですけど、こういう攻撃っていうかね、こういう動きにはちょっと弱くなってしまうので、この位置、ここだったらこの足からこうつながって手と足がこうつながった状態になるので、こういう下からの圧にも強いし、こう横の圧にも強くなると、構造的に強くなるということですね。さっき言ったこれは構造的に弱い位置、こうなると構造的に強い位置ですね。これをここでも同じことをやってあげてるということです。ここだと構造的に弱いんですけど、ここだったら構造的に強いということになります。ということでですね、以上がね、ステップ1からステップ3まで、まずはしっかり右側でボールを抱えるんだよと。そうすると構造的に強いですよということがまず一つで、次に足を出すときはこの伸びを使って、伸びるわけじゃない、頭を動かすわけじゃないんだけど、この伸びを使ってゆっくりねこう足を出していくんだよと。これがまず2つ目で、分け開いていった時の手の関係はしっかりね、ここ前の手は固形を描く、で右の手は膝の横ぐらいでしっかり押さえを効かせると。こっちもねちょっと固形です。こうではないですね。ちょっと固形を描いてます。前から見ると、こんな感じで、こうではないですね。ちょっとこう肘を緩めてこうやる。こうやってしまうと、弱いんでこう取られた時に弱いんですよということでした。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は24式太極拳の最初の動作であるイエマフェンゾンですね、そこの深掘り動画ということでやっていきました。このね最初のイエマフェンゾンっていうのは本当にもう最初の動作なので、もうここでその人のレベルっていうのが大体選手権大会とかだとね、ここでもうその人のレベルっていうのが大体審判にですね判断されてしまう大事な重要な部分になってきますので、是非ねここ丁寧にやってみてください。もちろんね選手権とかだといちいちここでこう止まっていくってことをしないんですけど、一瞬見せたらもう行くっていう風にね流れるようにはやるんですけども、やっぱり一瞬でもですね一回ここを経由してから行くっていう風にやった方がねいいと思いますので、是非ねこの辺参考にしていただけたらと思います。それからですね、最近Twitter を始めましたので、今でいう X ですね、こちらの方も概要欄にリンク貼ってありますので、フォローの方よろしくお願いします。たまに動画にするほどでもないようなコツとかね、ちょっとワンポイントアドバイスみたいなのとか、あとは僕が普段の練習でなんかこう気づいたこととかを随時ポストしますので、是非そちらの方もよろしくお願いします。ということで、今回の動画参考になった、もしくは僕を応援してくれる方は高評価ボタンとチャンネル登録、それから絵文字一つでもいいのでコメントいただけたら嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。